どんな会議しとんねん。今急遽道端に車止めました。なんか何台か止まってて、ビューポイントになってるみたいなので、確かに素晴らしい景色でした。すげえ、海がいろんな色してますね。モーリシャスは驚異の大自然が広がっておりました。パッと棒読みでは再び車乗り込んでいきます。山を降り切ったんですけども、この辺車も少ないし、ドライブがめちゃくちゃ気持ちいい。で、あんま見えないけど左側海なんですよね。あ、見えた。いや、ドライブが気持ちいい道です。この辺りからはたくさんの山を見ることができますね。と思ったら急に橋が現れた。楽しいですね。ドライブが楽しいです。で、あの山ちょっとかっこよくないですか？とんがって見える。モーリシャスで初めて渋滞にはまっちゃった。 Google マップによると結構渋滞してるっぽくて、予定通り行かないな。もうダメだ、もう渋滞がめちゃくちゃひどい。この辺他の道もないから、一回こんな感じになっちゃうと抜け出せないっすよね。ちょっと予定を変えて、このまま今日から泊まるホテルに向かおうと思います。で、暇なんで今のうちお話ししておくとですね、今日から泊まるホテルはグランベっていう地区のホテルに泊まります。で、今日まで泊まってたブルーベリルゲストハウスはモーリシャスの島の南東側だったんですけど、グランベは北の方、北西ぐらいですかね。かなり北の方の西側って感じになります。だからブルーベリとはもう真逆って感じのところに泊まります。どうやら事故があったみたいですね。道端に警察官がいっぱいいたりとか、あと乗客のいないバスが道端に駐車してましたね。そこを抜けたら結構スキー出しました、やっと。いや、今までマジでしんどかった、渋滞が。夕方4時52分にホテル着きました。何時にセブンカラーズのとこ出たか覚えてないんですけど、多分12時40分とかだった気がするんですよね。だから4時間ちょいかかりました嘘でしょ今日から泊まるホテル、こちらアズールビーチホテルというところになります。ちなみに目の前のこちらがグランベという湾になってますね。ではチェックインします。はい、チェックインして部屋入りました。いやー疲れたで、ルームツアーしてます。で、ドア入りまして、ベッド、清潔そうなベッドあります。で、変なところに椅子と机。で、こっちにもテーブルありますね。で、これがおそらく無料の水ですね。1リットルぐらいありそう。で、下に冷蔵庫があります。で、クローゼットの中が、クローゼットとセーフティーボックスありますね。あとドライヤーもありました。で、もちろんエアコンとテレビもあります。で、次、水回り。洗面所がこんな感じですね。真ん中にあるんだ。で、こっちがおそらくシャワーかな。で、シャワーがあって、ハンディと両方ありますね。で、シャンプーとバスジェルありますね。で、あとトイレ。なんか狭いけど、普通ですね。清潔そうです。で、この部屋の目玉がですね、さっきからチラチラ映ってたかもしれないんですけど、一応グランベが見える部屋ですね。なんか特別高い部屋にした記憶がないんだけど、こんな感じです。でですね、部屋の外を出て、右こっち行くと、いいっすね。寝そべられるスペースもあります。で、これがグランベってやつです。で、Wi-Fi は 33Mbps なんで、いいっすね。こちらのホテルの正式名称、アズールビーチブティックホテルでしたね。こちらに2泊します。2泊朝食付きで Booking.com で予約しまして 185.72 ユーロです。今現在1ユーロ 172.92 円。どんどん円安になりますね。部屋の感じを見るとですね、正直期待外れですね。っていうのも Booking.com とかで写真見るともうめちゃくちゃ新築同様みたいな感じで綺麗なんですよね。でも実際にはだいぶくたびれてますね。かなり古いです。ちょっとびっくり。この値段でちょっとびっくりですね。そんな感じです。いや、しかしドライブ疲れたな。で、それでこのグランベっていう湾は西側を向いてるので、天気が良ければ夕日が綺麗に見えたと思うんですけど、ちょっと今日は無理そうですね。
5時50分になりました。夕飯食べに行きます。このホテル併設のレストランもあるんですけど、せっかくなんで別のところで行こうと思います。モーリシャスってもっと街がほんと綺麗でリゾート地、観光客いっぱいみたいなイメージがあったんですけど、ちょっと違うような気がしますね。ちょっとアフリカ入ってるというか道もね舗装はされてるんだけど、結構なんか陥没してたりとか、結構走りづらい感じ。私の勝手なイメージとはちょっと違うね。ちょっとアフリカだねグランベはやっぱブルーベイとは違っていろんなお店があるし、レストランも結構いっぱいあるみたいで、なかなか大きい街ですね。お目当ての店に着きました。ザ・フィッシャーマンラウンジシーフードレストランですね。ここ意外と結構食べるとこあるんだ。あっちに寿司屋もありました。スタートは10分後だと言われたので、ちょっと周りをフラフラしようと思います。ちなみに10分後って6時7分だけど、どういう開店時間になってるんでしょうかね。で、今建物の中に入ったんですけど、こっちにも飲食店たくさんありますね。 Google マップには載ってないレストランがたくさんあります。で、こちらにはスーパーがありますね。スーパー U っていうらしいんですけど、後でここで買い物もしようと思ってます。で、薬局もあるんだ。で、カフェもありますね。もう一回建物の外に出たんですけど、あ、中華料理あるじゃん。なんかここにもいろんなお店がありますね。フードコート的な、インド料理ね。ここにも寿司あんだ。と思ったら酒がなかった。今日ほど酒飲みたい日はなかったのに、ちょっとあれかな、スーパーで酒買ってフードコートで飯食おうかな。スーパーめちゃくちゃでかかったですもう何が何だかわかんない。多分ドンキ並みに何でも売ってると思います。スーパーでいろいろ買い物をしましてですね、でこのフードコートの中の、やっぱモーリシャンって書いてあるんでここにしました。モーリシャンチャイニーズフードということで、どっちなのかよくわかんないですけど、スーパーで買ったものはちょっと大量にあるのでホテル帰ってからお見せするんですけども、料金は711ルピーでした。さっきのモーリシャンチャイニーズフードのお店で頼んだ料理は350ルピー。モーリシャスの公用語って英語だっていう風にネットで出てたんで安心してたんですけど、思いっきりフランス語ですねフランス語で書かれてて全くメニュー分かんなくて、 Google レンズで翻訳した、とりあえずこの甘くて酸っぱいってやつ、フィッシュかチキンで選べてチキンを選びました。スーパーで買ったビールをまずいただきましょう。モーリシャンクラフトビアって書いてあるザ・サーティーフォックス。すいません、よく見たらサースティーフォックスでした。喉が渇いたキツネ、いただきます。もうめちゃくちゃ酒飲みたかったんで、正直今何飲んでもうまいって言うんですけど、あんまり美味しくないですね。薄い、ビール薄い薄い。はい、20分待ってやっとできました。いや、めちゃくちゃうまそう。やっぱ想像通りだけど酢豚っぽい匂いがします。チキンだけど。いただきます。ではまず適当に野菜から。完全に酢豚でした。これはさすがにモーリシャン料理じゃないね、中華料理だね。うまい。チキンがでっかいです。いただきます。文句なくうまい。ほんと酢豚がチキンになっただけですねうまいから全然いいよ。ちょっとびっくりしたのがパイナップルが入ってました完全に酢豚ですね鶏肉以外で入ってる具は、人参、玉ねぎ、ズッキーニ、パイナップルっていうところですね。もともとはシーフード食べようと思ったんで、思ってたのとは違うんですけど、めちゃくちゃうまいんで満足です。ごちそうさまでした。意外とお腹パンパンになりましたね。ではホテルへ戻ります。ということでホテル戻ってきました。で、さっきスーパーで買ったのは、さっき飲み終わったビールとこれです。めちゃくちゃ重かったです。今日はもう慣れないドライブで疲れてたので、もう寝ます。明日何するかは全く決めていません。おやすみなさい。おはようございます。ホテルの朝食をいただきます。高いホテルだけあって朝食は豪華ですね。いただきます。改めておはようございます。7月19日土曜日朝9時55分になります。で、昨日お話した通り、このグランベっていうところはモーリシャスの島の北北西ぐらいにあるので、せっかくここまで来たので、北の方のビーチでも見に行こうかなと思います。これが私のレンタカーなんですけど、さっきまでここに車止めてるバカがいて出れませんでした。ということでもう時間10時半になっちゃいましたね。いいや、出かけようと思います。北北西の海岸沿い、沿いでもないけど海岸近くをずーっと北上していきます。車で10分ぐらいで着きました。まず来たのがペレベールパブリックビーチっていうところになります。最北までは行ってないんですけど、グランビよりももうちょい北上した感じですね。私事なんですけど、またサングラスなくしましたね
今朝探してたらあれないってなっておかしいな。またどっかで安く買えたら買いたいと思います。はい、やってきました。ペレベールパブリックビーチなんですけど、ここに野良犬がめちゃくちゃ寝てるんだけど、野良犬9匹もいるんだけど、何これみんな日向ぼっこして気持ちよさそうですね。まあ海綺麗は綺麗なんだけど、多分朝まで雨降ってたからか、結構水の中は砂が舞っちゃってる感じはするかな。まあって感じ。ただまあ石とか貝殻のかけらとかはあんまりないから、まあ足元は大丈夫そうですね。サラサラしてそうです。で水温なんですけど、まあまあ暖かいですね。でもそうでもないかな。どっちだよって話だけど、多分22、3度ぐらいじゃないかな。まあまだ午前中だからっていうのもあるけど、滞在時間2分ぐらいですが次行こうと思います。こんな素晴らしい車が置いてありました。日本製、素晴らしい。でもあんまり見たことないロゴ。これどこ本当に日本製。この辺にもホテルとか両替所、レストランとかありますね。グラサンはないかな。1個お土産物屋があったんですけど、サングラスはなかったんで次向かいます。2カ所目のビーチ着きました。 Google マップによると名前ベインボウフパブリックビーチってなってますね。おそらくですけどこの島で最北にあるんじゃないかな、ビーチとしては。 Google マップを見た限りだとビーチの中では最北ですね。ビーチに着きましたが、結構こっちは石はありますね。でプラス曇っちゃったからちょっと海の見栄えも悪い。モーリシャス最北のビーチは以上です。今ドライブがてら海を2つ目海を回ってますが、ちょっと自分で言うのもなんですけど、これ見てくださってる方楽しいですか正直言うと私は全く楽しくないですね。さあどうしよう。そしてまためっちゃ雨降ってきた。マジか。目的のビーチに着いたんですけど、今まだちょっと雨降ってるんで、まだ車の中にいる状況です。で、やってきたビーチの名前はアンスラレっていうところで、まあ場所で言うと島の北北東ぐらいですね。一番北のビーチからちょっと東に行った感じになります。では雨がだいたい止んだので、一応アンスラレビーチ見ましょう。こちらがアンスラレビーチでございます。雨降ってたり太陽の光の加減で海の色が白いんですけどあれ遊泳はあっちかな。誰も泳いでないですね。誰もいないです。アンスラレビーチでした。滞在時間1分。でもなんか自然が多いところで結構いいっすね。ただ自然が多いってことは逆に言うと出店とか何にもない、本当まったりするビーチって感じ。数えきれないぐらいのビーチがあるモーリシャスですが、北の方のビーチは人気なさそうですね。天気が悪いからっていうのもあると思いますが、出発しようとしたらまた雨が降ってきた運転中に雨が止むことを祈りつつ次行こうと思うんですけど、グランベから近いんですけど、グランベから南西の方にあるトルオービッシュっていうところに行こうと思います。ここは結構人気あるっぽいですよね。だから良さげなビーチだと思うので、雨が止むことを祈りつつ出発しようと思います。またすごい雨ですね。今日は厳しいかな頼むから着くまでに雨上がってくれ。はい、天気も良くなりちょっと気持ちいいドライブになってきました。はい、トルオービッシュに着きました。ここはやっぱり食べ物屋台、フードトラックとかお土産物屋とかあって賑やかですね。そしてなんといってもトルオービッシュは人が多い。もうさっきのビーチなんで一人もいなかったからねまあ人が集まるってことはいいビーチなんじゃないですかね。確かに良さそうだ。すごい人がすごいそして確かにいいわ。ここもう下がもうサラッサラの砂しかない。もう石とか貝殻のカスとかがないから、ここいいな。一番いいかも、今までのとこで。しかもすごい広い。向こうから向こう、もうこっちなんて北側なんてどこまで続いてるのかよくわからないレベル。いやすごいすごい。で海も綺麗じゃないですか。ちょっと足つけちゃおうかな。綺麗だなここ。綺麗だわ。水はちょっと冷たいけど20度ちょいかな。ちょっと冷たいなこれ。いやでも綺麗よ水。いややっとモーリシャスのいいとこに来た気がするまあブルーベイも良かったけどね。波打ち際はちょっと貝殻のカスとか海藻のカスみたいなのあるけど、でも多分だけど奥行きはそんなないんじゃないかな。綺麗綺麗。ちょっと水冷たいけど私も足入れちゃいました。いや天気も相まっていいですね。トルオービッシュモーリシャスの中では結構おすすめな方のビーチですね。天気良すぎてサングラス欲しくなってきたね。ちょっと探します。で駐車場の近くには公共トイレもありますね。はい、でここの駐車場入り口付近にあったショップでサングラス買っちゃいました。475ルピーでした。現金のみだったのが痛いね。いや現金余るかなと思ったけど現金が結構少なくなってきました。
トルオービッシュ前のストリートを散策しようと思ったんですけど、さっきサングラス買ったのがここなんだけど、この通り沿いもレストランが数軒あるだけですね。こっちはもうなんもないもんね。結構モーリシャスのビーチって結構寂しいですね。どこもそんなにぎわってない。で、一応この建物は何かだけ見に来ました。ここもレストランがあるってだけか。これはチャイニーズレストランですね。あとミニコンビニがあるけど、そんなレベルか。こんなもんですね。ダイビングセンターはいろんなとこあるけど。ということで、トルオービッシュは人気のビーチなんですけど、あんまり賑やかではないですね。のんびりするとこなんですかね。モーリシャスは面白くないですね。次はグランベ。私が泊まってるホテルの目の前にあるグランベのビーチに行ってみようと思います。トルオービッシュからグランベまでの道のりはドライブが気持ちいいです。この辺はドライブコースとしておすすめ。ホテルの駐車場着いたんですけど、ちょっと一旦ここに止めたんですけど、これ見て、この車の幅、絶妙に入れないぐらい広く開けてるバカたちがいるんだけど。で、あともう一個ムカつくことがあって、今なんか、こいつだ。こいつがなんかケースの瓶を持ってて、で車のここに当てやがった。ひでえ国だなここ。ホテルのスタッフに行って、行ったからなのかどうかわかんないけど、みたいな車間距離で止めてたやつはどっか行ったので、やっと駐車できました。いやー、なんかだんだん腹立ってきたな。もうモーリシャスなんてアフリカですよ。全然大したことない。なんならはっきり言って海も絶対沖縄の方が綺麗ですね。大したことないっす。ということで気を取り直して、気を取り直す気もないし取り直らないけど、グランベの街並みとビーチを見に行こうと思います。この辺だと、モーリシャスの北側だとやっぱグランベあたりが一番店あるね。一番栄えてそうです。はい、グランベですね。こんな遊歩道みたいなとこあったんだ。こう行ってみましょう。で、ビーチはこっちですね。この画角の真正面に映ってるのが私が宿泊しているアズールビーチブティックホテルで、こっから湾のように広がってる感じですね。で、ビーチは向こうって感じです。で、こちらがグランベのビーチでございます。入ってる人は少ないですね。海は雨とかの影響で砂舞ってるけど、綺麗ですね。ただ波打ち際はそこそこ貝殻のクズとかがあってちょっと痛いかもしれない。でも沖に行けば多分あんまないと思う。ブルーベイみたいな感じですね。で、今ちょうど足着いたんで、ここも水温ちょっと今の時期は冷たいです。21、2度ぐらいじゃないかな。で、もうちょっとボート止まりすぎじゃないっていうぐらい止まってますね。そんな使う？で、グランベはこの辺みたいにビーチにちょっと出店が出てるのが賑やかでいいですね。結構お客さん入ってます。昼飯時なんで。やっぱりモーリシャスの北部の中ではグランベがダントツでお店多いですね。ホテルもレストランもお店もたくさんあります。クイックシルバーなんかもあるんですね。結構ここファッションビルになってるみたいです。はい、ホテルに戻ってきました。こんな高いホテルなのにルームクリーニングないんですね。日没の時間になりましてですね、雲の下から奇跡的に太陽が出てくれました。もうすぐ下に隠れちゃいますね。綺麗。なんとかギリギリグランベに滞在した意味があったってものですね。美しい夕日です。ということで夕方6時7分、ディナー食べます。で、どこにしようかと思ったんですけど、このホテルのレストランの評価が高かったんでここで食べちゃいます。メニューはこんな感じですね。当然シーフードもありますね。で、こっちが飲み物で、体調悪いから酒やめようと思ったんですけど、ビール頼んじゃいました。ここ朝食会場でもあるんですけども、お店の雰囲気はこんな感じでございます。なかなかおしゃれで綺麗なお店です。で、注文したのはフェニックスっていうローカルビールと、食べ物はスターターからシーフードグラタン、メインからグリルドプローン、そちらを頼みました。サービスお通しのパンが来ましたね。バター付きではフェニックスというビールでございます。ザ・フェイマスビア・オブ・モーリシャス、ナンバーワンとか書いてなくてフェイマスっていうのがなんか正直というかいいっすね。謙虚さが。いただきます。スターターのグラタンより先に来てしまいましたグリルドコーンですが、想像してたものと全然違った。1匹だけいただきます。エビの周りにあったこれは多分じゃがいもですかね。これあれか、多分シーフードグラタンだ一緒にされたんだ。そんなことある？どう考えても
シーフードグラタンということで、エビの下に敷かれていたのがまさかのシーフードグラタンでした。で、今のところ白身魚しか具はないで、グラタンはかなり美味しいですね。量は少ないけど、うまいです。ではグリルドプロンをいただきます。まあうまいことはうまいけど、すいません、完全に勘違いしてました。グリルドプロンはこっちみたいですねだとすると逆に量多いな。いただきます。ということで、本物のグリルドプロンです。こっちは殻なしですね。正直さっきのやつの方がよっぽどグリルドプロンっぽかったけど、いただきます。うまい。で、このエビにかかってる白いソースがめちゃくちゃうまい。ふんだんにバターを使ってる感じで、そこにココナッツの風味がふわっとくる感じで、これめちゃくちゃうまい。さっきので全部ビール飲み干しちゃったんで、ちょっとアルコールはやめてモクテルベイリーモヒートっていう商品名でしたね。普通のノンアルコールモヒートです。美味しいですよ。このエビは文句なくうまいです。このノンアルコールモヒート、とんでもない量の氷が入ってて、量がめちゃくちゃ少なかった。なんじゃこれ。はい、ごちそうさまでした。お会計1615ルピーでした。では部屋に戻ります。はい、それでですね、こちらのアズールビーチブティックホテル、明日チェックアウトになります。で、ただですね、モーリシャス編はまだまだ続きまして、別のホテルに移動いたします。で、それで明日、ちょっと早めに行動しようかなと思うので、早めに寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。昨日と同じ朝食をいただきます。で、今日早めに出たかったんで、7時にここ来たんですけど、改善されたのが7時40分です。アホやろ、マジで。改めておはようございます。7月20日日曜日朝8時44分でございます。本当はもっと早く出る予定だったんですけど、さっきお話しした通り、朝食がね、って感じだったんで、8時44分になっちゃいました。で、このホテル今からチェックアウトしますので、星5つ中評価をしたいと思うんですけども、星 1.5 ですね。正直星1とか、もうなんならもっと低くてもいいかなと思ったんですけど、一応場所はいいんでね、情けで 1.5 にしましたけど、びっくりですね。ブッキング .com とかに載ってる写真はめちゃくちゃ綺麗な部屋で期待してきたんですけど、とんでもなく老朽化してます。さすがにこんなこと言ったら問題かもしれないんですけど、かよっていうレベルで老朽化してますね。シャワーの水圧は弱くて、お湯はギリ出るんですけど、時間帯によってはぬるま湯ぐらいしか出ないですね。汚いですね。あと綺麗じゃないですね。もう 1.5 あれば十分でしょう。この場所の立地の良さを加にしても1泊7000円とか8000円じゃないですか。よくて、それが1万5000円超えですからね。ではチェックアウトしたんで出かけます。で、まずはですね、ポートルイス、首都のポートルイスに行ってみようと思います。自分が調べた限りだと特にポートルイス行きたいなとか泊まりたいなっていうのはなかったので、ポートルイスで宿泊はしないんですけど、一応首都だしちょっとぐらい寄ってみようかって感じで、ポートルイスの方に行ってみようと思います。しかし今日はモーリシャスに来て初めてすっきりと晴れてる感じですね。今日はドライブがめちゃくちゃ気持ちいいです。はい、目的地に着きました。ここはですね、ポートルイスにあるコーダンウォーターフロントっていう、ショッピングモールになるのかな。あとなんかカジノもあるみたいですね。その辺に来てみました。で、駐車場有料だと思ってたんですけど、口コミにも有料って書いてあった気がしたんですけど、フリーでしたね。無料でしたね。助かるわ。で、ウォーターフロントということなんで、こっち海がありますね。ボートもたくさん止まってます。で、あっちには山も見える。景色のいいところですね。ここら一帯の全体図がありましたね。で、車止めたのがこの辺の駐車場で、今ここにいると。で、あとこんな感じですね。いくつか建物は分かれてるみたいで、ここにカジノもありますね。ちょっとカジノ行きたいとこですけど、お金がね、あれなんで。もちろん私は何か買い物するわけではないんですけども、本当にあるのかどうかわかんないけど、ちょっと見てみたい景色がある場所があるはずなので来てみました。でもこの辺結構綺麗でいいっすよね。日曜日の朝は人も少なくていいですね。見たいなと思っていた場所、早速発見しました。アンブレラスクエアというところです。Google マップの写真を見ると、傘の色は結構色とりどりだったんですけど、今真っ白なんですね。真っ白でもいいっちゃいいんですけど、期待してたのとは違う。カメラを下から上に向けてる感じですけど、こんな感じです。傘は真っ白。真っ白系。どうなんでしょうね。
これ全部白にしようって会議で発言した人をちょっと連れてきてほしいですね。どんな会議が開かれたのかすごい気になりますが、まあとにかく今は真っ白でした。そして海沿いにやってきました。逆光で申し訳ないですが、こんな感じですね。なんか風が気持ちいい。ショッピングモールなんでいろんなお店がありますね。飲食店やら洋服やお土産やたくさんいろいろあります。この銅像、このおっさん誰だって思ったら、空港の名前にもなっているシューサガル・ラングーラム教らしいです。何でもモーリシャスの建国の父と呼ばれているそうです。そしてあと2体いますね。この辺もモーリシャスの建国に貢献した方みたいですね。こちらに砲弾がありますが、逆光にならない方向からの海でございます。で、ポートルイスの街並みがこっちですね。いや、やっぱさすが首都って感じですよね。ブルーベイとかグランベにはなかったヨーロッパ調の綺麗な建物が並んでます。この辺が多分ショッピングモールのど真ん中っていう感じになるんですけども、左右にお店が立ち並ぶ感じで賑やかですね。この辺には ATM もありますし、こちらに両替所もあります。なのでそこのカジノでいくら負けても大丈夫。今ショッピングモールの建物の中に入ってみたんですけど、日曜日の朝今9時51分だからまだ早いのかな。全然やってないですね。で、上にはフードコートっぽいところがあります。で、近くにですねセントラルマーケットポートルイスっていうところがあったので歩いて向かってます。歩いて 5,6 分ぐらいですね。今は地下道アンダーパスを通ってるところです。ちょっと裏道に入ったら一気に雑多な感じになりましたね。まあとはいえアフリカ各国に比べると綺麗な方かな。サングラス専門店すごい数あるここで買えばよかったな。失敗したな。Google マップでセントラルマーケットポートルイスってなってたのはここっぽいですね。入ってみましょう。すごい人だよ。入るや否や香草とか野菜の匂いがすごくしました。もう完全にあれかな、地元民が食材を買うマーケットって感じですね。ほんと入ってからしばらくはもうずーっと野菜ゾーン。あそこは果物か。でもまあほぼほぼ野菜。まあ正直モーリシャスなんで超激安みたいなものはあまりないと思います。奥逆側の出入り口まで来ましたが、もうひたすら野菜でしたね。で1階はだいたい他の道も同じ感じっぽいね。では動いていないエスカレーターで上がってみましょう。2階は洋服屋さんで、ここはお土産物や雑貨屋って感じですかね。この辺結構この辺あるんだ。でも布製品が多いですね。やっぱ結構いい感じのお土産物を売ってますんで、マグネットとか T シャツもたくさんあります。最初は完全に現地民向けのマーケットだと思うんですけど、2階には結構いい感じのお土産物屋さんもありますね。マグネットとかこの辺も結構可愛い系のお皿とか売ってますね。この辺も色鮮やかでいいんじゃないですか。こういうカゴバッグとか女子は好きなんじゃないですか。結構いい感じのお土産売ってんな。セントラルマーケットは以上です。ご覧いただいたように1階、日本でいう1階は地元民向けの野菜を売ってる感じですね。で、日本でいう2階はお土産物屋さんが揃ってるので観光客が来る価値もちゃんとありそうですね。このセントラルマーケットの周りはモーリシャスに来て初めて面白そうだなって思いましたね。この辺はなかなかいろんなものがありそうで面白そう。この辺はいい意味でも悪い意味でも怪しそうな人が結構いて面白いですではまたこのアンダーパス地下道を通ってウォーターフロントに戻って車に乗り込みたいと思います。帰り際にもう一回だけ言いますけど、どんな会議しとんねん。10時23分に車に戻ってきました。ポートルイスはもうこれだけにします。もう短い時間でしたけど、今度は動物園行こうと思います。多分結構モーリシャスの中では多分有名な動物園っぽいですね。今日は今のところ渋滞もなく気持ちいいドライブです。天気も最高だ。今日はこの綺麗で巨大な橋です。ここもいいドライブコースですね。